サウジアファルコンズの千秋です。安藤です。今日はウェザーニュースの元キャスターが結婚してファンが発狂している件について話していきたいんやけど、週刊文春が12月13日に気象予報情報サービスウェザーニュースの元お天気キャスターで現在フリーアナウンサーとして活躍する檜山沙耶とプロテニス選手の西岡良仁選手が結婚していることを報じたと。で、檜山沙耶は茨城県出身で立教大を卒業後ウェザーニュースに入社したと。エリートやな。で、西岡良仁選手は三重出身でテニスを始めたのはもうほんと4歳の頃からで、中学3年の時に錦織選手と同じアメリカのテニスアカデミーに留学しとる、今の世界ランキング69位っていう日本トッププレイヤーの選手。同居人として誇らしいな。そう、調べたらもうほんと同じ市内の中学校で。近所やんな。そう、ほんと隣町の中学校からこんな世界的に活躍するプレイヤーが廃止されたってことは誇らしいっちゃ誇らしい話なんやけど。でもこの檜山沙耶の報道がなかったら知らんだわ、この選手。確かに俺もそんなテニスに明るくないからな。で、そもそもこの二人が交際しとったっていうことは2023年の夏頃にもう発覚しとったんすな。西岡選手が出場しとったウィンブルドンの観客席に檜山さんと檜山さんの母親らしき女性が目立つとこに座っとったから、もうテレビとかで見る人はもう一目でわかるような感じで、その後に檜山さんが自分の X で西岡選手と付き合いをしておりますっていうことを報告しとって、それから時は流れって感じやな。12月1年半経って結婚報告っていう流れになったんやけど、これに対してもともとウェザーニュース時代から見とったファンたちが発狂っていう形でいろんな賛否、中にはもちろんおめでとうって言ってる人もおるんやけど、それはどうなんだっていう人もおって、というのも檜山さん自体が12月の2日に公式のファンクラブを開設したばっかりやったよね。年間費が9600円で、22日には7000円のトークショーみたいなイベントを開催するっていう矢先にこの報道が出てしまって、でファンにいろいろ貢がせた矢先に矢先に結婚報道が出てしまったってことか。そう文春もそれ狙っとったんやろうけどな。やろうな。で、もともと檜山沙耶さん自体もウェザーニュースの時にいわゆる弱者男性向け営業をしとったっていうらしくて、男友達もおらんし、男性が苦手とかアニメやゲームの話をしてオタク向けのアイドル売りをしとったっていうことから、その人からしたらプロスポーツ選手全然陽キャやんけみたいなこれもとばっちりやけど、でもそのファンの層の真逆の人と結婚したから、そうそれも炎上の一端ではあるよな。で、確かに俺も檜山沙耶さん自体はウェザーニュースの時にいた社かなんかさ、ファンの人が作って取り上げて、それで結構話題になって、それで知っとったっていうのはあって、俺もそれ見たな。思いっきりさ、ボンネットのところにこの人の顔のプリンターがしてあって檜山沙耶の顔が載ってるやろ。そうで、その人自体はもう交際報道が出たタイミングで乗り換えたらしいんやけど、そういう感じのいわゆる熱烈な囲いのファンがウェザーニュースの時からついとったよね。で、やっぱそういう人ら相手にしとって、こういう報道が出たらさ、一気に反転アンチみたいになるわけよ、弱者男性は。交際宣言が出た時にさ、ファンがさ X でダメだ、脳がグラグラするってまぶたもビクビクするしストレスやばいってもう動揺しまくっとんだよなもう本気でダメージを受ける人も続出。おさやって呼ばれとってさ、この人が俺がおさやを知り追い続けてきたこの数年間は何だったんだよみたいなぶち切れて確かにな。でもそんくらい熱心に追っとった人からしたら それだけに今回の報道はやりきれん思いなんじゃない？一ニュースキャスターがさ、こんなアイドル売りするっていうのも珍しいっつうか、ウェザーニュース特有やんな。ウェザーニュース特有だと思うで。実際にウェザーニュースの他のキャスターの人も見たんやけど、派手めのギャルとかじゃなくて本当にこういう清楚系を売りにしとんのやろ。で、ウェザーニュースって別にさ、キャスターの人が天気予報士の資格持ってなくてもいいから、気象予報士か。だから原稿を読む係みたいな。そう、だからビジュアルをいい人を採用してコンテンツとして盛り上げていこうみたいな感じなんやと思う。実際それが成功しとるから、やり方としては間違ってはないと思うんやけど、でもこんなキャスターをほんまアイドル売りみたいにさせとったら、こういう報道出た時にしっぺ返し食らうよなっていうのがやっぱ印象やな。確かにな。意図的にそういうさ、キャラを演じ取ったと思われてもしょうがないよな、こんなの。全部発言とかも含めてさ、
メンタル強いよな。このいろんなさ、大きなイベントの直前とかにさ、こうやって報告してさ、結婚とか交際を。確かに。でもこういう結婚発表も多分文春にリークされてなかったらまだしてなかったと思うで。ああ、隠しとったんかな。だと思うで。だってこの22日に対面でのディナーショーとかある1週間前にさ、こんな報道出たらどんな雰囲気になるかっていうのはアホでもわかるからさ。そうやな。自分のファン層をちゃんと理解しとったらな。でもこのさ、ファンクラブ開設後に報道があってで、そっから結婚報告の流れがすごい残酷やなっていう。酷やな。すごい炎上ムーブやんな。典型的な。だってこれ、ファンクラブとか入った人は返金されやんやろ絶対。いやさ、絶対されんよ、そんな。で、なんなら結婚前にこのチケット買っとった人とかはもう、買ったけど、みたいな。行くのも躊躇するレベルやろ。ほんま押しとる人からしたら。それ隠して、オタクから集金しようとしとったって思われてもしょうがねえな。そう。で、この人もこの人でさ、余計なこと言うんよな。いろいろ取り上げられとったな。もともと弱者男性営業はしてないよみたいな。そうそう、色恋営業のようなことはしていたわけではないのに、いろいろ誹謗中傷が届いてショックですみたいな。そう。いちいちそんなアンチのさ、燃料投下させるようなこと言わんでいいのになとは思うな。反論されるに決まっとるやんな。同じようなことしとったやろみたいなさ。でもさ、俺個人的にさ、こういうさ、ガチ恋する人の気持ちがさ、わからんねえけどさ、自分は付き合えると思っとるんかな、こういうのって。俺もまあよくわからんけど、自分もワンチャン付き合えたり結婚できるかなとか思って、思ってないとだってそんなショック受けんやろ。受けんな。あくまで偶像崇拝じゃないけどさ、テレビの中の人とかさ、モニター上の人って思っとったら別に結婚したって関係ないもんな。一線わきまえるけどな。でも実際にな、マイナビがそういうアンケート取っとって、好きな俳優、アイドル、歌手などの結婚でショックを受けた経験はありますかっていう。で、あるって答えた人が 27.4% で、ないって答えた人が 72.6% やったよ。だから3割弱の人は自分の手の届かない俳優とかアイドルの人のショックは受けたって言っとるよね。多いな。その受けた理由としては、イメージが崩れる。その人と奥さんがイチャイチャしてるのを想像してしまうとか、あとはアニメのキャラのようにいてほしいからとか、現実に引き戻されるからっていう理由があって、他には仕事の内容受け取り方が変わってしまうっていうのがあって、その時からそのアイドルがファンのものではなくて結婚相手だけのものになってしまった気がしたからとかラブソングとか歌ってもその相手に向けてるようでしらけてしまうっていう、もうここまで来るともうちょっと逆にそのラブソング自分に向けて歌っとると思っとったんかな。そうああ、だからファンに向けて歌っとると思っとったのに、その結婚相手個人に向けて歌っとるように感じるってことか。そうでもこれはもうその人の感覚の問題やからそんな悪く言うのもあれやけどさ、本気でこれを思っとるんやったらもうちょっと現実見た方がいいと思うな。確かに。普通にちょっとやばい人やと思ってしまうな。そう。謎やな。なんかその感覚が全然わからんわ。例えばさ、今回もさ、おさやの YouTube チャンネルにさ、5万円のスパチャを投げて自分の気持ちをお気持ちしたっていうのが話題になったんやけど、はいはい。5万払ってそんな愚痴っていうかさ、結婚してほしくなかったですとかさ言うんやったらさ、どんな気持ちなんやろなって思うけどな。好きで応援しとんのに、その人が幸せになったら嫌なんかな、それはそれで。どうなんやろな。やっぱ自分のものだけと思う気持ちの方が強いんじゃない？でもさ、もしそう思うんやったらさ、芸能人やったらその芸能界にさ、入れるように頑張ってみたりとかさ、少しでもな、お近づきになれるような行動を移しとんのやったらわかるけど、でもそうじゃないやろ。もうなんかな、相手を下げるというか自分に近づけようとするような。しかもさ、交際発表の時もさ、いろいろ文句言っとった人らとかもさ、だいたい50とかさ、年齢50とかのおっさんが言っとるわけやんか。そう。こんなおっさんがさ、30とかのさ、女の子に対してな、本気で恋して、せやでも一回りも二回りも小さい子にこんなネチネチ。あわよくば付き合えるとか思っとるのがさ、絶対無理やってわからんのかね。そっちを考えなあかんよな。現実にさ、ほんと身近に自分の職場とかにおってもさ、自分が50で30の女の子恋愛に発展することはないやんな。ない。ましてや、女にテレビに出てるような人が、しかも勝手にこれさ、ファンがさ、男性苦手とかさ、恋愛経験がないとかさ、勝手に勘違いしとったんやろ、檜山さんのことを。でも本人は男性が苦手とか恋愛経験がないとかも言ってないらしいやんな。勝手に思い込んだんやろ、弱者男性たちが。だからよく言われてるのが、山さやは
恋愛経験がない男性が苦手っていう井山さん自身が恋愛経験がない丸、男性経験が苦手丸じゃなくて、恋愛経験のない男性が苦手。そうそうそうなんじゃないかってよく言われとるんやけどさ。オタクの見方とか思っとったんかな、勝手にオタクたちが。いや、やっと思うで。ウェザーニュースのやり方もオタク向けのシュートしとるから、それはそれどうなんやろとは思うけどな。檜山沙耶がおらんくなっても、第2、第3の檜山沙耶がおるわけで、実際にこのイタ社作っとった男は、同じウェザーニュースの別のキャスターのイタ社作っとるしさ。ウェザーニュースのやり方がさ、やばいっていうかさ、清楚系の処女を前面に押し出したさ、売り方やん。そう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 。売り方もそうやん。危ういよな。そういうオタクみたいなさ、コアな太客、要は金落とす客つきやすいけどさ、熱狂的な。でもこれ、恋愛とか結婚とかなった時の反動が大きいよな。うん。いや、本気にするからな。で、結婚発表直後のさ、対面のトークショーみたいなやつとかもさ、いや、本当に危ない。そういう売り方しとるとマジで刺される可能性すらあると思うわ。今、そう、刃物とか、だから金属検知事とか導入して検査した方がいいと思う。テレビに出とるようなさ、女性に対して、もう清楚さや処女とかを期待するのはやめた方がいいよな。そんなわけないもんな。もう31のさ、こんなビジュアルもいい女の人がさ、処女とかさ、彼氏がいないなんてありえやんねやからさ。あれやな、絶滅危惧種やな、そんな人。現実見た方がいいよ、もう。そもそももうテレビにさ、出とる時点でさ、承認欲求強いやん、絶対。そう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 。杉山さん言われとったな。ウェザーニュースのキャスター応募するぐらいなんやから、もっとガツガツしとる。ガツガツしとるし、その陰キャなわけがないっていうことやんな。大体、そんなさ、陰キャな人がさ、人前でこんなペラペラ喋れるわけないからな。そう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 。そうに気づかなあかんよ。全然陰キャラの類じゃねえよ、こんな人ら。むしろ正反対のクラスによっても目立つタイプの女やんな、こんなん。ウェザーニュースのファンの名前があるかわからんけど、あの人らもう一種のカルトみたいな感じやからさ、コメント欄とかもさ、まず挨拶から入るらしいよね。誰々さんこんにちは。そのファン同士でってこと？そう、ファン同士でコメントしに来た。何それ？アイドルとかのファン層とはまた違う痛いファン層やから。もうその中でコミュニティ作って、そうそう。で、新規で入った人とかも挨拶せなあかんってこと？うん、そう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 。いや恐ろしいよ、マジで。宗教やな。宗教やで。一定のな、現実見てな、推し活は必要やな。これからも多分ウェザーニュースのキャスターのそういう熱愛報道とか出ても、そんなショックを受けずに、これはこういうもんやっていうメンタルの方が、推し活してる人には安心すると思うよ。うん、そうやな。そんな感じで、今日はウェザーニュースの元キャスターが結婚してファンが発狂している件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。